こんにちは、投稿主のヨウムです。この動画では、リヒャルト・シュトラウス、ドン・ファンの解説をします。リヒャルト・シュトラウス、あんま聞いたことがないかも。学校などでは習いませんが、素敵な作曲家です。この曲の特徴は、とても華やかでスピード感があること、そして愛の追求を描いた物語であることです。愛の追求？簡単に言うと、欲求、人生観がテーマです。なんだか面白そう。それでは参りましょう。まずは、リヒャルトの人物像と作風を紹介しましょう。リヒャルトはドイツのミュンヘン出身です。1864年から1949年に活躍しました。ただし、名作の多くは前半に集中しています。ロマン派の終わり、音楽史ではカオスな時期でした。彼の作風ですが、色鮮やかで流れるような音楽が特徴です。この時代の曲は重厚なものが多いのですが、彼の音楽はとても華麗で私も大好きです。この作風の由来は大きく2つあります。1つ目は父親の影響です。リヒャルトの父親は腕の立つホルン奏者で、絶対音楽の古典派を愛したのです。古典派以外の作風にはアンチとも言える徹底ぶりだったとか。頑固な職人が思い浮かぶわね。リヒャルトはこの父親から音楽教育を受けました。なので後期ロマン派にもかかわらず、彼の音楽には古典派を思わせる明瞭さ、軽快さがあります。他とのわかりやすい違いがスピード感です。この時代の音楽家はアダージオを基礎テンポとしたところ、リヒャルトは陽気なアレグロを基軸としており、転調もあっという間に行うのです。だから鮮やかに聞こえるのね。二つ目は、ワーグナー、リストの影響です。この時代は彼らの音楽が凄まじい影響力を持っていました。彼らは、新ドイツ楽派と呼ばれ、古典派の発展に限界があるとし、表題音楽を切り開きました。ワーグナーは楽劇、リストは交響詩で有名ですね。リヒャルトは、はじめ父親の影響で彼らを取り入れませんでした。しかし、青年期からは彼らの豊かな表現力を参考にしました。古典派を思わせる明快な作風、一方で、新ドイツ楽派の表現力。リヒャルトは自分のことを、古きと新しきを結ぶ鎖、と評したのです。これが彼の、色鮮やかで流れるような音楽の由来です。それぞれの良いところを吸収したのね。では、ドン・ファンのことをお話ししましょう。いよいよ本題ね。この曲は1888年、24歳で作られました。ドン・ファン伝説を元にした交響詩です。ドン・ファン伝説？はい。伝説の女たらし、ドン・ファンをテーマにした物語です。伝説の女たらし。すごいパワーワードね。この伝説は様々な文豪が物語にしていますが、リヒャルトが参考にしたのは、ニコラウス・レイナウの詩でした。簡単に内容を紹介します。ドン・ファンは、至高の愛を求める夢追い人でした。理想主義だった彼は至高の女性を見つけるために、あらゆる女性に求愛し快楽に溺れます。最低。リヒャルトの曲の序盤もこの様子が描かれます。しかし彼はどんな女性が相手でもすぐに冷めてしまい、さらなる至高の愛を求めて旅立ってしまいます。彼の家族や友人は、このままだとお前は地獄に落ちる。今すぐ親の元に帰ってこい、と説得します。彼自身も、自分の行動の意味のなさを薄々感じ始めます。しかし、ドン・ファンは理想の追求をやめられないのです。すると、ドン・ファンに父親を殺された男、ドン・ペドロが現れます。彼はドン・ファンに決闘を挑みます。ドン・ファンは、それでも至高の愛を求め、決闘もあと一歩で勝利のところでした。しかし、ドン・ファンは突然の虚無感に襲われます。至高の愛の追求など無駄なことを悟ったのです。彼は剣を捨て、復讐の一突きに刺されました。なるほど、なんというか、人間臭さを感じる物語ね。このレイナウの詩は、ドン・ファンの人間的側面に焦点を当てており、人の欲求や不完全さをよく描いていると思います。このことを踏まえて今回の曲を聴くと、より面白いかもしれませんね。さて、今回のポイントをまとめると、この通りです。カラフルでスピードのある作風によって、ドン・ファンの至高の愛を音楽として一気に描いた。これがリヒャルトの交響詩ドン・ファンの特徴です。ストーリーはよくわかったわ。ではいよいよ曲の中身に入りましょう。これが導入部です。鮮やか。
冒頭の一気化成の恩恵。これは閲楽の嵐の主題と言われています。閲楽の嵐。さらに間髪入れずに流れる木管と弦の3連符。これは美しい女性の主題です。煩悩丸出しやん。そして今流れているメインテーマ。ドンファンの主題によって颯爽と幕を開けます。この一連の導入部では、ドンファンが魅惑的な女性の国をさまよう姿が描かれます。稲妻が走るようなスピードね。ワーグナーやマーラーなど愛を重厚に描いた作品も素敵ですが、この鮮やかな風景がリヒャルトの魅力です。しばらくするとバイオリンソロの魅惑的な旋律が訪れます。これは理想の女性を表しています。折り重なる女性旋律がついに第2主題となり、ドンファンはやがて美にひざまずきます。二人の愛の音楽が心地よいテンポで紡がれます。幸せの絶頂にいるようね。ザ・リヒャルトとも言える官能的な旋律ですね。ハーブアーというとても深みのある調整です。しばらくすると、チェロと木管が冒頭の主題を奏で、ドンファンは愛の忘却から目覚めます。ドンファンは女性の元を去り、次なる旅へと出発します。音楽は展開部へ。またもドンファンは魅惑の国を熱狂的にさまようのです。これがプレイボーイか。しばらくすると新しい旋律が出てきます。ドンファンによる新たな求愛です。はじめは木管楽器にあしらわれてしまいます。しかしドンファンの口説きも情熱を帯びていき、ついには、二人の愛の歌が奏でられます。この曲で最も慈しみ深い部分です。オーボエのソロが心地よいわね。ドンファンの情熱はまたしても別のところへ向けられます。後半、そして終盤部分です。ホルンによる新たなドンファン主題など、かっこいい部分もあります。もはやお祭りみたいね。まさに祝祭のようですね。しかし、歓喜が極まった瞬間、地獄のような雰囲気が訪れます。家族、友人の忠告、今までの走馬灯、ドン・ペドロが死の決闘を申し込む場面、などと言われます。ドンファンは、それでも美の追求をやめません。今までのテーマが嵐のように再現されます。再現部がクライマックスに達すると、音楽は解決せず、急激に曲がしぼみます。ドンファンはいくら美を追求しても無駄なことを知るのです。しかし、彼はそれを後悔しません。虚しさを知った彼は自ら進んで、相手の復讐の一突きに倒れます。劇的な終わり方ね。ヨウム、この曲は聴いてて難しそうだったけど、バイオリニストとしてはどうなの？激ムズです。でしょうね。広い音階を一気に駆け上がったり、臨時記号が多かったり、とにかく高い基礎技術が必要です。しかも、スピードが速いのです。この曲は初期作品だからか、特に速いです。こと譜読みに関しては、リヒャルトで最も難しいと思います。ただ、譜読みさえできれば、旋律として弾きやすいです。一度弾けさえすれば楽しいってことね。もちろん、他の楽器にとってもハードな曲です。この曲ができるオケは底力がすごいと思います。最後に、余談ですが、この冒頭、よくテレビで聞きませんか？確かに、年始の某番組で聞くような。これが閲楽の嵐の主題だと知っているのでしょうか？メディアを敵に回すな。というわけで、エンディングです。とても面白い曲だったわ。虜になっちゃいそうな魅力があるわね。今回紹介できたのは曲の一部です。機会があればぜひ全曲で味わってみてください。それでは今回はここまでとします。また動画を作った時は見に来ていただけると嬉しいです。今回のより詳しい内容はブログに載せています。興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。